Alright, so with that being said, coming up we've got Dark Souls 3 with Coltrane 45 all boss run. Let's get ready for that. You all ready for that run? You all? Alright y'all, over to Coltrane. はい。ということで、画面来ました。ダークソウル3。こちら、解説の方いらっしゃいます。DSU さんです。じゃあ、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。このゲームは、2016年だったに発売されたゲームで、まあ、もうだいぶなんか昔のゲームなんですけど、結構もう開発というか研究も進んでて、もうなんですか、タイムもかなり詰まっているゲームですね。で、今キャラクターを作ってるんですけど、キャラクターはとりあえず素性っていう最初のステータスとかを決めるところから始まるんですけど、資格っていう素性を選んでやります。キャラクターの顔とか選んでるんですけど、顔は全く意味がないです。遊んでるだけです。あれですね。多分ですけど、ドネートで、寄付金でキャラクターのカスタムを、なるほど。っていうのがあったと思います。壁抜けがなさそうっていうコメントあったんですけど、がっつり壁抜けしますね。しない理由がない。オールボスズっていうカテゴリーなんですけど、カテゴリーについての説明とかありますかね？オールボスです。もう名前の通り、すべてのボスを倒すっていう、それだけです。他には何か、できる限り少なくやったりすると、どれぐらい違うんでしょうか？2% が約30分ぐらいなんで、3分の1、本来3分の1ぐらい本当は終わるんですけど、まあ、全ボスなんですね。30分って言ったんですけど、ゲーム内時間なんで、本当は実時間、リアルタイムの方では、もうちょっとかかると思います。エニーはもっとなんか空を飛んだり、好き放題できるんで、まあ、それに比べたら地味ではありますね。基本的にこのシリーズは、あれ、全ボスの方が人気で、2% あんまり人気ないんですよね、なぜか。やっぱ、海外勢は、もうそういう、なんか全ボスの方がなんか好きなんですよ。日本人は基本、2%の方が好きなんで、みんな2%で、あとバグなしの方が多いんですけど、海外勢はもうがっつり、もう何でもやりたい放題やるっていうのが基本ですね。で、このキャラクター作ってるんですけど、大事なのが、まず、贈り物っていうので、炎の奇跡っていう贈り物をもらうんですね。炎の奇跡っていうのは、武器を変性させるっていう、その、武器になんか特殊な効果を付与するアイテムで、まあ、それも、まあ、序盤結構活躍するんで、それを使ってきますね。I thought it was supposed to be pretty difficult, but then I met him and it was like, okay, it got real. So, oh yeah, yeah. He's got those 7 swing combos. You're like, all right. Yeah, man. 顔は隠してるですね、これ。Alright, almost there, almost there. I like the hair. オールボスシーズンに DLC が入るかっていうのが、Can we make that neck a little thicker? まあもちろん含まれますね。なので、そのバージョンもシュレックみたいなのが来ましたね。Fiona is about to awaken out of the ash and find herself in a very strange situation. So, as soon as we're ready with the timer, we are going to get started in 5, 4, なおかつ一番早いバージョンに下げてありますね。ということで、始まりました。グッドラックです。Alright, a couple things. Dark Souls 3, of course, it is a sequel to 2 other Dark Souls games.
It has some very amazing deep lore. I think that's going to be the main thing I focus on tonight is just how crazy the storyline is in this game. So we start out and, well, there was a cutscene where bell rings and you arise out of ash. I mean, according to FromSoft, bells are pretty cool, and so is ash. 基本的にこのゲームには装備重量っていう概念があるんで、 That's about as deep as I know, really. I know nothing about the lore, guys. I've heard there are amazing stories with it, though. So, I guess a couple things, just some housekeeping. 個人的になんか体の体型はなるべく細くした方が早いような気がするんですけど、まあ気のせいだと思います。But your roll lengths change, so we're going to get a little more distance out of each roll if we are under 最初のボス戦ですね、軍団。体力1100で、とにかく R1 をまず、13回ですね、13回打つということから始まります。時計回りに回ることで大体の攻撃はかわせますね。で、形態変化したら、R2 を2回、強攻撃を2回打って体力、スタミナを回復させてまた2回、であとは R1 で適当に終わり、綺麗ですね。完全にパターン化されてるんで、このゲームは基本的にボス戦はパターン化することで大体手こずることなく終わる。まあどちらかというとボス戦よりバグの方が難しいっていう、そういうゲームです。初見だとやっぱ苦戦するんですけど、まあ何度もやってるんでこの人たちもうそんなに苦戦することもないですね。でまず来たら買い物でアイテム、コッペンと、ショートソードとダガーを3つ買います。炎の奇跡で発生させて、エストビンを1個増やしましたね。一番の見どころは DLC 全部です。DLC は最初から最後までやりたい放題なんで、ちょっと見どころですね。RTA だとやっぱ視覚安定ですね。視覚以外のやつは昔はちょっとあったんですけど、もう今は視覚ド安定になりました。この魔法で隠密っていうのがあるんですけど、それがあるからもうとにかくそれがもう悪用し放題なんですよ。もう強すぎちゃって。Alright, so we're at high wall of Lothric now, and Colt's just going to pretty much run through this area. He's going to pick up a few items along the way, but it's pretty simple here. There are a lot of enemies that can hit you quite a bit, but it's pretty safe, and he's going to go up here and pick up the gold pine resin, which will be used for the first boss that we're going to fight here pretty soon. Yeah. 黄金松ヤニっていうアイテムがあるんで拾います。これはエンチャントで武器になんかちょっと火力を付与する、雷ダメージを付与するっていう効果があるアイテムです。かなり強いのでどんどん使っていきます。If you missed it, you have to run back around and lose 15 seconds, but it saves like a second, kind of a swag strat, really. This part just scares me. So if we can get through this, ここに来て寄り道してこのスローイングナイフっていうのを拾います。これはかなり悪用される。普通プレイだったら絶対使わないようなアイテムなんですけど。That's what makes the early part of this game really difficult. Because if you try and go up that ladder without doing a quet out or something like that, they can just slap your booty around. 結構このゲーム。こんな感じで当たれば死ぬし痛いしみたいな感じのゲームで初見でプレイするには相当難しいゲームだと言われてますけど、まあもうこの人たちがそういうのもなくサクサク進んでいくとは思うんで、こういう事故もあるのはしょうがないですね。一発勝負なんで。どんな上手い人も
ああ、大体死にますね。So one of the things I wanted to mention with Dark Souls 3, like the object of the game, it's pretty much a boss rush. Like you are just running between area and 敵の動きとか配置っていうのは一応固定化されてますか？はい、もうもちろん、なんか、こう動けば大体相手はこう動くみたいなのは決まってるんで、その通りに動いていくっていうのは、たまに、こっちのなんか動きとか関係なく、ランダムに動いてくるのがいるんで、まあ、そいつは運ゲーになります、ね。なるほど。まあ、でもほとんどのところは理論上正しい入力をしていればうまく抜けれると。そうですね。今拾ったのは、ゴルビっていうアイテムで、使うと少し体力が増えます。Alright, so we're coming up on a lady named Emma. ソウル回収しなくて大丈夫っていうのがあるんですけど、バリバリ増殖してくるんで、ソウルは問題ないです。この人に話しかけて、この旗みたいなのがあります。これは、ストーリー上必須なアイテムなんでもらいます。That's a scary door. Well, no, did you see? I just got stuck in that door. Oh, yeah. That is a very rare bug. そうですね、隠密っていうのは落下ダメージをゼロにできるっていう。踊り子は後に来ます。Alright, so you saw that 今バグ使ってますね。how Fiona kind of put her hand behind her back, almost looked like she was scratching somewhere. 黄金祭りにしてま You'll be す。 seeing that more. で、隠密をかけて、ナイフを投げると、なぜか、ショートソードに黄金松闇がエンチャントされています。本来、炎の奇跡で発生した武器にはエンチャントってできないんですけど、今のバグを使うと、無理やりエンチャントすることができます。本当に原理はよくわかんないですけど、一回使えないアイテムを使うと、ポケットをまさぐる動作があるんですけど、その後、隠密をかけてナイフを投げると、なぜかそのアイテムが使えてしまうっていう。見つけた人は誰か知らないです。Maybe not that long, but yeah. If you do the 15th hit right as he's about to start his dashes for phase 2, you will stagger him out of it. And you just want to make sure you have a full stamina bar so you can finish him off right there. これは敵モブを引きつける alluring っていう効果 right のある next アイ to テム those です。 dogs. They attract 敵が enemies すごい away めんど from くさい you. ところはこれを使 So っ I have て some key locations. 敵を I'll be throwing どっか those に during the course of the ど round. かしておいてから自分が I'm gonna 走り light 抜け this るっていう。 bonfire. I'll be back here in a little bit. Bonfires are just, you know, that's where you're going to respawn once you've died. Probably inevitably. I mean, I'm really surprised I already died so far in this run. Yeah, if you guys don't know bonfires, like you just said, when you die, you respawn there. You light them, and they're like basically a safe point. You have items called Estus Flask, which 効果時間は短いけど火力の高いっていう特徴のある松ヤニ。松ヤニの短時間バージョンみたいなものですね。Yeah, so I'm just picking up a few more items. I got some charcoal pine bundles, which is for fire, an Estus shard, which will let me have 5 Estus rather than 4. Drink for health recovery, and then some charcoal pine resin. 無印とかですらまた定期的に新しいバグ見つかるんで、3もまだまだ何か見つかるんじゃないかなとは思いますね。3に関しては、つい最近また新しいのが見つかって、DLC の難易度がとにかく上がりました。正直言って、これはやりたくないですね、この全ボスは。1時間ぐらい経った後に、もう本当に地獄が始まるんで、そこからなんです。で、この位牌を回収するんですけど、位牌っていうのが、ショップにあるショップの品物がどんどん増えるっていうアイテムで、これをさっき買った人にはアイテム買ったおばさんにあげると売ってるものが増えます。
You can also try and bait one of them out from the door by chugging your Estus, but it's a little ここでもバグを使って住みますヤニを無理やり塗ります。Now you notice he's dropping the charcoal pine bundles on the ground. That's because he wants to use them later, effectively duplicating them. So now he has a fire infused これ炎エンチャ short に sword with 住みますヤニを塗っ the て fire resin. So こいつが炎が弱点なんで火力が尋常じゃないことになってますね。 really quickly. This is a pretty tough boss too if you come to it early. It's not で a ここ joke. でボ Colt ス戦 makes it 中に look ソウ like ルを a 一回 joke. 砕い This ておき guy ます。 hurts. 暇なんで。It's probably the best designed boss. そうですね。この演出がそうですね。この暇な時間でこういうことをすることでどんどん短縮をしていくっていう。 And he's just got guys that hang out and like, こ are いつ they のボス kneeling or は praying in the room when you こ come in? の I 変 don't な even 白 know い what 卵 they're みたい doing. なのを潰すとダメージが入るっていう Anyway, yeah, you just ギ kind ミ of ックボ destroy ス the です。 plus stacks, and then I'm heading back to the last bonfire I rested at. Otherwise, I would be stuck in that room, have to light the bonfire, and then go back. So this is just a little quicker to use a homeward bone right there. Anyway, this next section, we're going to be running a different route. Oh, one of the things I wanted to talk about actually, normally when we run this game, we base it off of in-game time, right? So 序盤は特に I'll 一 pull up the 瞬で終 menu, わ you るん can で see we're at 10どうしても minutes and 立ち回 17りとか seconds が with 説 in-game 明し time. きれない That's んです not what the timer says, though. ボスは全部で So 何回 with だっ a け marathon or like a race setting, we're doing real time, and it actually changes the way we do the route. You'll see when I open a lot of doors, like I'll just sit there and open them, but if you quit out at a door, it actually stops the in-game timer. And in わかんないも normal うめんどくさ speedrun, い like we're 多分 quitting out 20 a lot 体ちょ more. っとぐらいじゃないですかね But in a setting like this, I want to make sure that I'm skipping every load 全 screen ボスで possible 20体を and 倒 just しま spending す as much time booking it through the game. We're coming up on the first big skip of the game. It's called Fair こ and こ Keep は skip, 隠 and 密 this をか is け one て of the biggest エレ ones. ベー It ター降り was, てローリングすると I'm こ not sure who うやってエ discovered レベーターを待たなくて the, も it's a 下 death に cam 進め based ま skip. す I don't know who discovered like actually how to trigger a death cam, but with the location and doing the skip was Distortion 2. Definitely want to mention him. He's one of the bigger Dark Souls runners out there, or just speedrunners in general. That guy picks up a game and tears it apart within weeks. Anyway, yeah. This そろ is そろ probably about the 初めて second の hardest skip in the game. The ち only ょっと other 大 one 技 being みたい above なのが that 来 would ま be すね Wilhelm skip, which you're going to be seeing a little bit later. This skip requires Colt to 19体で stand すか in a ボス very particular spot and 19 then 体 run を off 倒 a していきま cliff す and then jump to the left. At the exact そうで moment す the ね game 落 thinks 下 he's going ラ to メ向 die, こうっていうのは本 once 当に the 優秀で game realizes that, oh no, 基本 Colt 的 is にほ dead, とんど everything の is シリーズ fine. It's で going to invert the camera over ソウ him. ルシリーズはほとん Colt ど is こうい then う going to run out こ of の bounds スペルが and all 悪 the 用 way されま past すね all the enemies that you need to fight, and he's going to unlock a で massive area セッ of トア the ップ game. で And those dogs だいたいカメラを seem to こ think の that was a good idea. このカメラ位置にしてこの Goldsport 詳しいのは忘れてまっすぐ走って It's not it. Oh, False start. Yeah, あ失 false 敗しまし start. たね All right, so I need to turn left and jump out simultaneously without dying. Oh, I've got my mouse dragging. Wow. マウ So ス he has キ to ーボー get ド a で proper angle here because ダブ when ル he キーでまっ jumps, すぐ he has 走 to っ be able て to jump into the divot and out. 真横にジャンプ And し he's あ able あ to 失 do 敗 it しました there. ね This is a very hard skip, but So this これ may は本 take 当 a に bit 難しい too. I'll be うちの honest. 一つです I am a little having a bit of issues 今み with たいに the まっすぐ走っ keyboard, て so 真横 it に is ジャンプ kind す of a ると hardware thing at the moment, but I 死に have been able to あ pull の it off a few times. I 落 really ちるん want で to すけ showcase ど this 死 to ぬ you こ guys. と We're な gonna く try 這い it 上 a が few れ more るっていう times. 本 the 来この exact ゲーム window to perform 高い the ところ jump から落ちる is と pretty small, probably about 4 frames, この 4 to 特 5. 殊な演出の And it needs カ to メ be ラ演出にな done りつ with つ the keyboard 死 while 亡演出 clicking が入るんですけど forward その死 and 亡演 left 出だけ at the を exact moment の that 判 you 定に jump, 触れ or つ else you're going to つ get a 死亡 different 判定 kind に of は触れ jump ないっ that てい won't う allow your character to go into the death cam. 死亡判定に触れなけれ So ば what 生き Colt て did いら there れ is るんで he quit out to reset the positioning of the dogs because he no 演 longer had 出 the だ luring け skull to send the 演 dogs 出 to 部分 jump だ over the け edge. の判定に触れつつ So now 死亡判定には触れないっ he's て going to い be う all sneaky and the dogs won't それを see することで、デスカムっていうグリッチなん They です can けど smell him though. さあ and that's it. Ah, That you is can- it. That is fair and skip. Nice job, OK man. です今
視点がぐちゃぐちゃになってるんですけど、この状態、操作方法が、ラジコン操作みたいな感じだと思っていただければ、今、ダークソウルはラジコン操作でやってます。ラジコン操作。で、今、普通に順路進んでるんですけど、この状態だとマップの読み込みが止まるんですね。でマップの読み込みが止まると、本来ある扉とかがなくなるんですね。なくなるってことはそこは通れるんで、まあ、使わない手はないですね、これ。で、プロローします。ゲームを一回終了する。で、もう一回起動すると、takes a lot of time, so this skip probably saves around, you would say about 2 minutes, maybe? Yeah, it's like 2.5 minutes. 今、扉開けたところを今、デスカムを使って無理やり通りました。Go through it in this game. It's probably why Dark Souls 3 is my favorite in this series. Just for that reason alone. で、ここにある傭兵の相当っていう武器をね、使ってきます。メイン武器です。Even though, I mean, Fiona may want to go see her hubby in このファランの旅人っていう、now that we think about it. 武器を強化するのに使うアイテムがあります。傭兵の相当は、本当に相当強いんで、これあるだけで最後までガンガンいきます。We saw him pick up a sharp gem earlier, which is what he's going to infuse the Sellsword Twin Blades with, while this one is infused with fire. The Twin Blades can be infused with a dexterity infusion. 本当に相当強いんで。all of his stats into dexterity もうコメント欄でも大好評ですよ。まあ、ね、やっぱ激うまギャグなんで。私は沼を見る必要がない。今のデスカムで走ってやって、Well, at the moment, I just cast Spook. I'm going to try to keep 約130秒短縮してましたね、今のデスカムで無理やり扉を抜けるっていう。If he does end up clear at the door, I will have to quit out and just lose a few seconds. ちょっと何言ってるかわかんないんで、それも解説していただきます。ちょっと説明の必要ないと思ったんですけど。To get into this boss fight, due to the difficulty of the fight, we're going to try to. 今コメントにあったんですけど、トロコン RTA ってあるんですけど、あれはカテゴリー自体がスピードランド.com から消されました。あまりにも長いっていう理由で消えました。今、これ、壁に走って、R2 を2回やって、プロロします。I guess like dropped frames in game right there. It does make me a little nervous. I really hope this works. すると、今本来、今のところに霧ができるんですね。ムービー入ると。なんですけど、霧の内側に無理やり入ります。So this is the Abyss Watcher. で、本当はここボスなんですけど、ボスがボーダーチしてるんで、とにかく殴ります。本当にこいつはもう、本当は強いんですけど、こいつめちゃんこ。やったことある人ならわかると思うんですけど、序盤の鬼門の一つなんですけど、こいつはボーダーチなんで殴ります。なるべくその出口方向に向かって敵を押し出すことで少しでも短縮しようとしてますね。No, I think he's just spent a little too much time looking into the abyss. ちなみにこいつは、このゲームの本来倒すべき目的の、4体いるボスのうちの1人ですね。4体の、強い王様を殺して、玉座に座らせるっていうのが主なこのゲームの目的ですね。全ボスなんでそれ以外のボスも倒すんですけど。で、今、ちゃっかりソウル増殖してました。無理やりエンチャントするバグ、タンブルバフってやつ、これをソウルでやると、ソウルも増殖できたりするんで、こうやって増やしていきます。And we're in the catacombs of Carthus now.
There are so many skeletons in this Catacombs can be pretty scary. These skeletons can deal a lot of damage. 立ってるだけなのにかわいそうとか言うんですけど、このゲーム通常プレイしても、主人公は割と無慈悲にやりたい放題やるんで、まあ、ストーリーは大して変わってないです。The jump you just all do is pretty difficult as well. でこの位牌を回収していき、この位牌も、お店の売り物が増えます。でここからは普通に走るだけです、ね。しばらくは。They're still after me. This guy wants you. Yeah. Want some princess. Now we're coming up to High Lord Wolnir. Basically, the way this boss works is you break his bracelets, and the boss explodes. He's got a lot of swag, though. Oh, yeah. We have to give him that. He just chills, I don't know where he chills. He's not gonna wear his crown for the rest of the game. You just kind of run up and touch the cup. Games like you should touch the cup, and you say, no, I don't want to touch the cup, Dark Souls. What are you telling me? Like, hey man, did you touch my cup? もちろんエンチャントして、両手持ち R2 2回で、腕の1個、腕を3つあるリングの腕輪を全部壊すと相手は死ぬんで、そういうギミックなんで、とにかく腕を攻撃していきます。上手い人はもう腕がどの位置に来るか分かってるんで、腕待ちして攻撃を狙っていきますね。OK ですね。このボスも割とミスりやすい、てか事故が多いボスなんで、気をつけないと割と簡単に死にます。Air of Fire Destroyed sign a little faster, so it saves you a good, I think it's like 5 to 10 seconds, really. Yeah, he has to do a whole animation where he like falls back into the abyss. I also just duped that soul again. 今、ちゃっかり落下制御ここ必要なんでかけるんですけど、ついでにナイフを投げると増殖できるんで、おまけに増殖しています。でここ本来通常プレイっていうか、その最短ルートだと行く必要ないんですけど、全ボス撃破のために1人ここにボスがいるんで、ここのかがり火だけ灯してワープできるようにした状態で帰ります。ここにいるボスは、まあ、だいぶ先ですね。だいぶっていうか、まあ、多分ラストになると思うんですけど、最後の最後に倒しに行きます。実はこのゲーム、ラスボスは最後に倒さないんで、見てればわかると思うんですけど、倒さない。傭兵の相当を強化して、派生させて、営利派生っていう派生にしますね。営利派生は、技量っていうステータスが高ければ高いほど、火力が上がるっていう、そういう特性のある効果ですね。今、技量を一気に39まで上げました。このゲーム、技量がもう40あれば、火力はだいたい最大火力出るんで、これで十分です。相当強化したらもう相当強くなるんで。これ何度も言っても多分面白くないんで、ね、もうそろそろあれだから飽きが来ると思うんで。最初は面白いかもしれないんですけど、ちょっと2回目以降はあんまり面白くない。見るのやめます。そういうこと言わずに。で、今の覇王ウォルニールっていうボス倒したんですけど、あの先に進むにはまた別のアイテムが必要なんで、先にそれを取りに行きます。この緑化層と緑化の盾っていう武器を取ります。どちらともスタミナの回復速度が上がるんで、スタミナ回復速度が上がればそれだけ速く走れたり殴れたりするんで、こうやって走るのには必須のアイテムです。取れるならさっさと取った方がいいっていう武器です。
So it allows me to spend more time running and attacking. DLC ボスは倒します。Walking around. Even when it's on 全部 his 倒 back して too, 1 it 時 doesn't 間 need to be in his 48 分 hand. です。Yeah. Alright, so here we are now, the Crystal Sage. 決勝の頃 A です very ね。annoying boss, I would say. But That gives is him the perfect best RNG. That That is is the best RNG you can get. 最初 Usually に今の this 冬っ boss て can い end a う lot of runs as well because you 体 need の him 周り to do に a particular なんか変なの move, が出る魔法を which さ he れる just と did immediately. He 最 casts 速 the で soul 倒せま mass す。 and he cannot teleport if he 今 does みたい that. に冬が展 So 開しなかった normally 場合 when he は goes into 近づい his てパリを second 狙いま phase, す。 he creates clones of himself, teleports all around the arena. パリすると遅いんで基本的にはしない方 So the が whole 早い point で is す。 to make sure to なんです avoid け that. ど冬展開してる間だ He け just は gave me a freebie. 絶対相手はワープしないんでワープ Just しな picked け up れ the ば armor I'm going to be タコ using for 殴 the りで rest き of the るん run. で The Herald 冬展 armor. 開したら It's 速攻殴り on で the path. It's それだけで convenient. 終わります。 It's not going to make me go over 70% equip load, which that's another thing. When I 運 go は under 結構いい方だと 30% 思いま equip すね今 load, の。I'm able to get longer rolls. But if I go over 70, you 基本 get 的 what に are この called ゲームシ fat リーズは全 rolls, 部運要素ってあんまないんですけど which 本当に数箇所 actually ク I ソみ don't たい think な I 運 can ゲ even ー go があ over るから 70 right now, can I? そういう運ゲーが少ないとかえってそういう運ゲーの要素で10秒と You かブレ really る want to put と that short それだけ sword で That's a fat roll. You That's don't 記 want 録 to がな have くなったり rose す if you るん have で less iframes then and you just run slower. あ as そう well. ですね So yeah, 今拾 later っ in the た run, I'm going to be switching around armor 傭 pieces 兵 just to make sure I'm 伝令一 right 式っ under ていう 70% 防 equip 具は load. 軽く There will て be instances later in the run as well where Colt will be switching around なお armor か sets つ for the 防御 different 性能も結構 instances that 高 they いん provide. で使わない手はないですね。 Swap back to my staff. All right, so this is another nice long run. ちな I'm みに just こ going の to 今 grab 装備してる another や Esper つ全 Shard 部 right here. That'll allow 初 me 期 to 装 have 備 a でもらおうと思えば全部もらえる shard 武器 for なん my ですよね。 flask. 最強装備が実は Then I'm going to put on a ゲームの dagger 開始時点で取ろうと思えば取れるって for い a う。 section coming なん up. て The 優しいゲー dagger ムなんだ。 has a really unique 基本的 weapon にこの art. ゲーム割と序盤に強い武器普通にあるんで。 For those of you that don't know, この weapon ゲームは art is 特にそう。 basically the weapon's like special move. Every weapon has one. And the daggers is a short little もっと dash, 言えば which is 無 very 地 useful for getting in, え getting through like thick swamps. いや and そうで just, す you know, ね。 you find 無 yourself 印以外は right for 全 a 部 maple syrup 初 or 期装備 something と like か that. Just grab a dagger and you're どっ looking か good. で最初のところですぐ変えたりするんで Alright, he picked up an undead bone shard there. 本 Once 当に again, what they 走 do りや is すいゲームだとは allow 思 you い to ます。 have more Estus per drink, so he can heal more, which is very nice because he only picks up a few, so the more you can have, the better. Yeah, normally by the end of the run, you can have like 15 Estus and a plus 10 flask. In this, で今 I think I'll end こ up の with ダガー 7っていうのを装 and 備してるん plus ですけ 3. どダガーは基本的にその武器としては使わ That's a ず scary In the jump. normal run, クイックステップっていうこの武器特有の特殊技みたいな This のがあ area る can ん be ですけ pretty どそ scary. れを It's 使 just, う as you と can see, flooded with lots of enemies, and 沼地 they're みたいな really 足場 powerful. を So 足場でゆっくり doing 歩 a かな pretty きゃい good けな job く of なる maneuvering through everything. ところ It gets を pretty 無 difficult 理やり once 早 you く走 start れ to get hit in this area 効 too, 果 because 効果というか especially this enemy you でき just る saw んで run それを利 by, 用して they chase クイ you ックステッ far プでどん and どん they attack 早く really 進んでいくっ fast. て They いう also build up ことをする bleed. ので今 So クイ like once you start getting ダガー hit を装 here, 備しました you may just have to be going back to the chapel. I also enjoy these self-immolating enemies. It's probably for a good cause. ここ Light からも themselves on ま fire あ to 基 fight 本的 cancer に or は something. You know? 順路通りにサクサク進んでいくんですね Man, I love the architecture in this game. Can I just say ここ that ら there 辺 are は some こんなに really 事故る breathtaking 要 areas, 素っ just ていうのはないん beautiful で places. 安心して見られる Speaking と of 思いま things you す love, didn't you say this next boss is your favorite? こっちがもう本当 Oh, に yeah. 一気に火力が上がったんでボス戦とかも Alright, so Coltrane 一瞬で now 終わる picking ように up なり the ました Lloyd's Sword Ring. ロイ It's ド a, の you have rings in this 剣の game, and 指 they 輪って give い you う different things you can do. HP が満タンの時に Some will 火 give you 力が like 上 more がる Estus, ダメージ some が will give 大き you, くなるっていう you can get the 指輪を取りま Chloranthy した ring, gives you more これ stamina. は This ring in particular gives これを you 取 a ってからはなる 10% べく damage ダ boost メー to ジを your 使わない attacks よう when you に have full health. So rings are really helpful in Dark Souls. And ボス戦を立ち回るとやっぱそれだけ速くなるんで Down on the thrall real quick. 大事ですね指輪 Oh! Giant got me though. that's
Souls called Hoop Scoop. I don't know why these giants just hang out in this. あ、そう、言い忘れてたんですけど、はぐれデーモンとかは、ボスのソウルはドロップするんですけど、HP バーとかそういうのが出ないんで、ボスではないです。
なんで今回 basically は倒 fat さな rolling いで through す。 it. So the dagger really helps to get through the swamp areas. What we're about to see is the best house party in all of Dark Souls. So these guys, they're called the Deacons of the Deep. They この worship 霧をくぐると a, ボス戦 they で、 worship a boss I'll be fighting な later. んだっけ、 This is their altar. 深みの主教たちですね。 I don't know if you can figure out how I'm 取り supposed to 分け do を this 5 fight. 体倒すと、 You might take a 確か guess. 5体だけ、5体倒すと Has something 本体が出てくるん You で、 just have to play hot potato ま with ず these は guys. 取り It's 分け wherever the を red light 倒しま goes. す。この赤い光がついてるやつが本体にダメージが入る取り分けなんで、そいつらを集中的に狙ってきますね。 Eventually, the Pope will arrive to talk to you, but Oh, it's trolling me a bit. And at this point, this is phase 2 where the actual で、 deacon 薬 will 砲 come を out. 使 And っ it's just て one now, 火 the 力を one 一気 right に上げ there. て You take him out and fight's over. GG. 殴って終わりですね。さすが。 So after that fight, I just got an item called the small こいつを倒 doll すと、 that I will need in order to access the next area. なんか人形が手に入るんで、それがあると本編の先に進めるようにな And る they'll ん end で、 up at this bridge that I'm about to get to. 今取りに行きましたね。これが今の Yeah, 目 also we're 的で coming す。 up on one of my favorite 終わったんで、先にさっきの覇王のところから先に I was 進 going み to ま say す。 that as well. We're going to hit the road. It's beautiful. So here's a real great spot. で The 今 thing カー is, サスの松屋にっていう this is where なん the だっ real けカーサスエンチャ difficulty ント spike happens アイテ in ムをDS3. セットしたんですけど、カーサスの Right when you get over 松 this 屋に bridge, は I would say. Actually, 出 yeah. 血効果が my 付与 first されるん playthrough で、 this was, 数回殴ると 'cause you're just running 固定ダ along, メージが敵に入るようになりま then す。 you hear something behind you. oh my. で、 What is 2本目の電柱のあたりで松ヤニを塗ってると、頭を出してくるんで、2発殴ってひるませて殴って終わりですね。 Dead. He killed that beast あそこにいれ there ば必 because ず it 相手 drops が an item called a ring 頭 called を垂らして Pontus くるん Right で Eye.、まあ、 And ガラ what 空きの that ところを does 殴っ is て as 終わる。 long as you have consecutive attacks, it increases Smoothly your attack power. 倒せます。 So we have the strongest weapon in the game at +4 with the sharp gem with 39もはや未来予 hits, 知かのような Lloyd's 立ち位置ですね。 sword そうです ring, ね。もう本当 and に that 最初 ring. 動 So き you 固 can 定なんで、 imagine あそこに the いる damage と、 output is already こう going い to う be パターン pretty 化 insane. がもうこのゲームの大事なところなんです。で、ここからまた悪いことをすると思います。一回ゲームをプローロして、終了します。今、プローロして、敵が追っかけてくるんですけど、それを、無理やり振りほどきましたね。この手すりと壁の間に挟まって、まっすぐ歩いて、カメラをセットアップの決められた通りの位置にセットして、手すりを無理やり越えます。今のセットアップで、どこだったか忘れたけど、ちゃんとジャンプすると、今みたいに手すりを越えて、本来このマップを一周ぐるっと回ってきて、やっとここに来るんですけど、そこを無理やり越えることでスキップします。約70秒短縮されます。一発成功はさすがですね。めちゃくちゃ難しいです。基本的にこの手のバグは、ダークソウル3のバグ自体ほとんど、PC 版専用なんで、その PC 版がないと、キーボードでセットアップとかまっすぐ前に進めないんで、ほぼほぼ PC 版専用のバグばっかなんで、僕はその PC 版持ってないんで、ほとんどやったことすらないです。This is a pretty tough section. Right up here when it comes to 一気に進んだんで、先に Not a fan of Anybody Arnold that's played Roadの方に a 行きま Dark す。 Souls game knows how dogs are. I think they're the worst boss, actually. I'm pretty sure. They might be. Dogs can be pretty glitchy in this game. They can teleport on top of you if you don't have them on camera. ここは And they can do an attack at the same time they do that. 頭蓋を投げない So if と let's say 3 of them 犬が decide to do たく that さん at 来 once, て、大体死ぬん you can die で、 pretty quick. 必 Yeah, ず投げ lowering ます。 skulls are your best friend. As you can see, they attract enemies and they really help against this area because the dogs here are pretty vicious. So If you didn't throw those skulls, they could be teleporting on top of them right now. even after you run for a couple seconds. all right, so now we're getting to the boss that I died about 300 times to. So Pontus Sullivan.
Think he's got it though? ボス戦、サリバーンですね。こいつはパリを狙っていきます。多分。そうですね、パリですね。最初の飛びかかりで、パリして、地名を取って。That's a parry, by the way. There are a lot of enemy attacks that you can just deflect. 起き上がったら殴って。Speaking of which, はい。So we're gonna back up and try again. So you missed the parry there, but it's okay. You can try to bait out another one. ちょっと下ってますね。Wow. Oh no. ああ。And that's what I'm talking about. He's really tough, but that's alright. まあ普通、そんなにもう本当にパリさえミスらなければ絶対死ぬことはないんで。パリタイミングがもったいない。そうですね。ちょっと珍しいミスですね。割と。基本的に今みたいにパリして、パリ1回して、地名取って R12 回で、またパリして、地名取って殴れば終わるんですけど、ちょっと今のもったいないですね。You get bonus damage off of staggers too. It's okay. You gotta think. You gotta make him think he's got a chance. この今パリの時だけ盾を変えてるんですけど、盾にも種類があって、大盾、中盾、小盾っていうのがあるんですけど、大盾はまずパリできなくて、ほぼほぼ。中盾っていうのはパリできるんですけど、本当に難しいんで、今みたいにこうやって、小盾のこういうスモールシールドみたいなのを使ってパリしていきます。I thought you were talking about how you never noticed how thick Fiona was. So you can see the dogs there. He threw one skull, but it didn't affect the others because they weren't in range. But they're pretty vicious. But he seemed to. Oh, I spoke too soon. So you can see how. そろそろ2回目今度はできるか。Looks like he's gonna be fine. あえてこの今エンチャントとか使ってないんですけど、エンチャント使わないのはちゃんと体力調整のためで、2回パリして地名取るまでは形態変化しないようにするために今回はエンチャントは使ってないですね。There we go. 今度はちゃんと決まりましたね。 Basically the fight right there. もうここまで来ちゃえばあとは殴るだけなんで。What he's doing now is going to phase 2. It's his transition where he gets up and summons a clone. But you can attack through it, you get damage, but Cole's just going to take that damage because it's still faster. So he's dead now. GG. OK ですね。There is some subtle manipulation that happens with the boss during that fight. この武器かなり火力高いんで、第2形態になる前にもう完全に削り切れちゃうっていう、それだけこの武器が強いっていう。Plus, you want to get on that side of him so he'll backstep towards the exit door, so you don't have to run as far once he's dead. This is a section of a lot of running. There's going to be an area coming up that was in Dark Souls 1 as well with some arrows shooting at us, but this is probably... Oh, Jon Snow's doing a little dance over there. He scares me sometimes. He can chase you pretty far. ここは特に本当にミスるところじゃないと思うんで、変なことをしなければ、多分ここら辺は多分走り抜けるだけなら安心して見れると思います。さっきのところにいた敵がゲームオブスローンズのジョン・スノーに似てるっていうので、本家チャットはジョン・スノーのコメント埋まってますね。そんなのもある。下水道はもちろん行かないです。あんなの言ってたらとてもじゃないですけど、まず倒せないとね、難しすぎて。1300人も、ね、日本語チャットの方見てくれてる。かなり多いですね。そうですね。最初、今日というか、GDQx で一番多いぐらいじゃないですか。そうですね。多分一番多いと思います。ちょっと解説がしっかりしてなくて申し訳ないですけど。しっかりしてますよ。
基本無印しか走ってないんで、あんまり3は自信ないんですけど。Alright, so now we're running into the next area in the game called Orlando. This was actually an area in Dark Souls 1, so if you guys have played this, 無印走ってるんで、毎日のようにここに来てます。fangirl moment. Well, at least for me, I was like, oh my god! You know, so we're coming back to Orlando, which we had in Dark Souls 1, but now it's going to be a different boss here per se. We fought the deacons earlier, and Colt kind of talked about it that they are worshiping something. ちなみに今裏でドネートで奴隷騎士ゲールを殴り殺さないかみたいな感じのことをドネートで決めてますね。奴隷騎士殴り殺すってどこのゲールを殴り殺すの？ちょっとそこまではちょっとわかんないんですけど。最後拳でやるとかそんなことはない。ないっすさすがに。ゲール拳は何時間かかるんだって話で。Just wanted to shout him out. Thank you so much for doing that. I'm so glad I don't have to restart my game twice every time I do a run. So thanks, man. ただ目標額が結構大きくてまだ$2000ぐらい足りないので行くかどうか。ただ始まってから$1000以上伸びてるので。ぜひ見たいですね。気になります。で、ボス戦アルドリッチです。エルドリッチ。こいつは近づいて、とにかく近づいて密着しないと、ちょっとめんどくさい攻撃されるんで、とにかく近づきます。ワープするんですけど、自分から一番遠いところに行くんで、誘導できるんで、狙って誘導します。頭の方が弱点なんで、積極的に頭狙ってます。今みたいに近づいて倒さないと、弓矢の攻撃があって、弓矢の攻撃は本当に走り回ってないと当たって死ぬんで、すごいロスになるんです。それを避けるために必ず密着して近接攻撃をさせます。今みたいに大かけらをたくさん買って、大かけらは武器の強化に使いますね。で今武器をプラス4まで強化しました。4? 6まで強化しました。体力を21まで上げることで安定を取ってますね。本来だったら、記録狙いだったら多分ここスタミナを上げるんですけど、今回は多分安定を取って体力に振ってます。One interesting thing about this speedrun is you actually do have to have a certain amount of vigor to pull off some of the skips in the later game. Like one skip you're going to be seeing later, partake skip, cannot be done with less than 20 vigor. なんか壁抜けしていった先のかがり火から逆方向に行くことでもう一人のボスに本編で倒す必要があるもう一人のこのボスへ行きます。I mean, we could find setups with other amounts of stamina, but that's the amount we end up with in the speedrun. So I'm going to make sure I have that much, even if I could afford more. We are now going through the Ethereal Dungeon, which can be a very 多分ここからは走るだけなんで、いや走るだけなんで、なんか質問とかあればコメントで。So it's pretty scary. They can get your health pretty low and just one-shot you. So shouldn't be too much of an issue for Colt because he's just running through the game. So yeah, if you're with ダークソウル無印も走っていらっしゃるということですけど、どうですかこのダークソウルシリーズの RTA は。まあ戦闘自体はかなり初心者向けというかやりやすいとは思うんですけど、ちょっと一部難しい要素が。本当にグリッチがとにかくえげつないんで。Yeah, that's the maximum distance you can fall. If it was, I swear, a centimeter further, you would die. 今のは普通にその今のなんかトラップみたいなのはまあ普通に壁際にを走ってれば抜けられるんですけど、その先の今壁その今落ちたじゃないですか。はい。落ちたのは今みたいにバックアップで低い位置から上にさっき落ちた着地点にちゃんと乗らないと、高すぎて死ぬんで、今みたいにバックアップ
バックステップで、綺麗にセットアップがあるんで、それで、落下ダメージを回避しました。いろいろ来ますよ、コメント。好きなボス。好きなボス。いないな、特に。いないですね。あんまり、なんか、印象がない。あ、じゃあマリアということで。マリア結構ムービーが好きなんで、ブラボなんですけど、ダクソじゃないんですけど、ダクソじゃないんですけど、マリアが好き。同じブラブの。そうですね。ヤーダムの街の方ですね。そう、ヤーダムの獣狩りの方で、狩人のね、あれなんです。So yeah, this boss has a huge health pool. Luckily, ブラボのボスは全部かっこいいんで好きなんです。ダクソはor if I think it was or not, but there's this item at the end of the なんか多分いると思うんですけど、パッと思い浮かばないんで。こいつイベントボスなんで、普通に殴っても絶対ほとんどダメージ入らないんで、ストームルーラーっていう武器をね、使っていきます。で、立ち回りは必ず足元に行くことで、足元に張り付くことで特定の攻撃を誘いますね。今この攻撃です。この足元に剣を振り落とす攻撃をとにかく狙って、パターン化させていきます。この若干運ゲーが入るんですけど。So yeah, this fight is definitely an RNG fight, and you want that attack more than you want the stomp, because the stomp it doesn't damage you, thankfully, but it does, as you can see, it can knock you back, and you can just lose time. So you want the slam attack, and Yorm's defeated. There we go. That is it. まあこのボスも本当に多分死ぬことはないですね。めったなことがなければ。I've got a cutscene that I mean, you can just press start to skip cutscenes, but we're getting teleported. We have now killed 3 Lords of Cinder. で、エルドリッチとヨウムを両方倒すと、この最初の旗をもらったところに転送されるんで、おばあさんを殺して、今、ソウル増殖しながら、水盆っていうアイテムを回収します。で、水盆をここに、今のところに置くと、ボス戦ですね。踊り子戦。こいつはとにかく回って、太もも、尻あたりに張り付くことで大体の攻撃はかわせます。She will give you different attacks based on your positioning around her, so Colt's positioning is very particular here. He used the Carthus Rogue Resin, which inflicts bleed damage on Dancer. As you can see, he's こいつ二刀流になる形態変化があるんですけど、こいつもその形態変化の時にもダメージとか攻撃するんですけど、無理やり張り付くことで、ダメージは当たらない、当たり判定が足元あたりがないんで、とにかく張り付いて殴っていきます。それだけです、ね。言われるで簡単ですけど、そうですね、やるとなかなか難しいっていうのはありますね。僕も大抵たまに息抜きでやるんですけど、こういうところで事故ってないで終わるっていうのがよくあります、ね。ここで一回寄り道をして本編と関係ないボスの方に先に行きます。Coming up is one of oh man. I can't stand this boss, guys. This boss is probably the first real like heavy reset boss in the all boss speedrun. このエレベーター中は基本暇なんで、こうやってソウルを増殖して、少しでもソウルを稼ぎます。そうしないと、ちょっといろいろ足りなくなっちゃうので、この先大きな買い物があるんで、そのために少しでも貯めておきます。I would say take Colt down to maybe about 10% health. I mean, I've leveled extra vigor, so it should only take like half my health bar right now. So yeah, it's a pretty scary fight because of the factor of the instant charge. You can't really tell when it's coming, and 先ほど結構コメント来てますけど、もう一度の説明なんですけど、DLC も込みらしくて、特に DLC の部分が見どころらしいですよ。ね、DLC は本当に、俺だったらちょっと絶対やりたくない
見てても絶対嫌だなってなるような壁でするんで、多分そのソウルシリーズってあるんですけど、その中で一番難しいのがダークソウル3の全ボスだと個人的には思ってます。で、ボス戦、なんだっけ、オスロイエスなんですけど、こいつはとにかく飛び回らないことを祈りつつ殴ってきます。DLC 普通にプレイしても難しいんですけど、その走るとなるとどうしてもグリッチとか使わないといけないんで、それのせいでより難易度が結構さっきから敵の足元に行くことによって相手の行動を誘発するみたいな話がありましたけど、それもやっぱりランダムで、足元にいても別の行動をしたりっていうのはありますか？まあ、その本当にちゃんと足元にいるはずなんだけど、その向こうの判定で足元にいないとかそういうことがあるんで、そういうので変な行動されちゃったりするとっていうのはありますね。なるほど。で、倒して先に進みます。で、今みたいに四つ足のボスは基本的に股下にいると大抵安全です。腹の下とか変に離れたりすると逆に危ないです。これ初見プレイの人にアドバイスをすると。今のジェスチャーを取ったんですけど、これは、この先古竜の頂っていうマップに行くのに必要になるため絶対取ります。ほんの一瞬離席します。はい。古竜の頂はちょっと初見気づかないですよね。僕も全然気づけなかった。ちなみにこの軍団も初見の時気づけませんでした。確かに俺壁とかめっちゃ殴ってたはずなんですけど、なぜか隠し扉に気づけなくていけません。軍団はパリが効果抜群だってねってコメントあるんですけど、ちょっとよくわかんないです。で、軍団、もう一回戦うんですけど、こいつは強化版みたいな感じです。強化版はとにかくパリして殴るっていうのを繰り返していきます。突進攻撃も下がってパリでパリがちゃんと取れるんで、パリして殴ります。普通にプレイするとまあまあ難しいボスなんですけど、パリさえできれば本当に簡単ですね。はい、戻りました。はい。Definitely a fun one. Speaking of fun areas, Lothar Castle, right? パリ、本当に小立てでやるとめちゃくちゃ簡単なんで、できない人は小立てでとにかくパリしてみてください。Things can go wrong very fast. Another fun fact, these archers are the best archers out of any Soulsborne game because their arrows can go through walls. Oh yeah. I don't know why. Ooh. そういえば去年も確かに 2% ありましたね。なんか GDQ のなんかで。夜で見れなかったんですけど。Yeah, I just switched to the assassin armor. It has better fire resistance, so I just swapped my armor back and then getting my shield back on for stamina recovery. That's a scary moment though, because if you don't iframe that perfectly, you will die. I'm gonna try a fall damage cancel. We got it. There we go. そう今、ちゃっかりフォールダメージキャンセルって言ったんですけど、ジャンプして壁際っていうか、崖の端っこに引っ掛けてローリングすると、空中でもう一回ローリングができるんですね。で空中でローリングすると、着地する寸前に空中でローリングすると、なぜか落下ダメージが回避できます。竜狩りの鎧、こいつ好きだな。中肉臭くて好きです。But
ちなみに先ほどなんか昔やってたっていう話をしましたけど、サマーゲームスダウンピックの2017年の時にオールボスで、今年の初めのアウサムゲームスダウンピック、1月ぐらいですかね、やってたやつでは、あれですね、ワイニーパーやってましたね。なるほど。確かなんか前回だから、本当は全ボスで、無印の全ボスやる予定だったんですけど、なんか事情でできなくなったみたいなことがあります。そうですね。今年の夏ですと思います。で、イエティでなぜか T シャツだけ売ってるみたいなこと言ってたのを覚えてます。で、説明忘れたんですけど、今のボスは、攻撃を開始してから殴るっていうのを繰り返しで大体終わります。本当にこいつも慣れちゃえば楽なボスの一つなんで、もしやる人がいたら練習してみれば割と簡単にできるはずです。It's the twin princes. This is the final Lord of Cinder. So after this, I will have effectively killed all 4 of them, and I could just continue on to complete the game and go to the end credits. But there are ここら辺も本当に最短経路で走り抜けるだけなんで、特に話すこともないですね。The archives, there's a lot of running in this area, but there are also a lot of enemies. It can be pretty scary, especially running up at this point. There's another crystal stage, as you can see the magic, and there's a lot of spam going on here. So you have to be really careful and maneuver through here. 結構アクションゲーム、独特な移動方法の方が速いみたいなことが多いですけど、このゲームは普通に走るのが一番速いですか？まあそうですね。はい、そう。普通に走るだけが最速ですね。ただ、ダークソウル2は、ちょっと変な移動法があったりしたんです。初期バージョンの限定なんですけど、遠眼鏡っていう、普通にそこら辺に転がってるアイテムを使うとなぜか加速するっていうバグがあって、それで超高速移動して、ダークソウル2は 2% は確か15分ぐらいで終わるっていう。基本的にソウルシリーズ、致命的なバグ必ず1個はあるんで、どのシリーズも30分以内にも大体終わりますね。I'll teach you. Okay, this one's Legion etiquette. Take your hand, put it like on your chest, and then like you're holding a sword forward, like that. Yeah, there you go. You're an abyss watcher now. How do you feel? You feel good? You feel like you can stand there and just get hit? ちょっと今危なかったですね。I like the well. What is it? Kind of like a come at me. Oh yeah, that's a good one. That's probably my favorite. So I'm grabbing this elevator as a precaution. It goes down right by the bonfire that I lit before I entered the archives. もしもの時のためのあれなんですかね。多分普通だったら開けないんで。今の本当はショートカットで死んだ時に来るところなんで、RTA 的には開ける必要全くないんですけど、多分保険ですね、多分。There is a chance they could buff their weapon though, which you just saw 2 of them do there. You don't have to worry about them if they do that, but... So this is one of the 今プロロする、本当はプロロしない方が早いんですけど、多分後ろから敵がめっちゃ来て危ないんでプロロします。安定度です。The iframes end for the door opening animation. So I'm going to quickly equip all of my stuff and run straight on into this fight. The next boss are the Twin Princes. They are a pretty interesting boss. They usually go down pretty quickly, but they can also be pretty troublesome. They teleport a lot, and they do a lot of damage as well. But if you stay behind them, you can bait out a certain attack. It's like a whip around spin attack that you can punish without even dodging. As you can see, he just strafed around it. Another thing you're seeing Colt doこいつ本当に初見の時めちゃくちゃ苦労したボスで、本当に嫌な思い出しかないです。So we said twin princes, and that's only one, but here comes the second brother, which is on his で、第2 back. 形態は後ろに弟が乗ってるっていう状態なんですけど、やることは同じで、とにかく回って切るっていうのが繰り返しです。The brother in the front. If his health bar depletes, the one on the back こ will just heal の him. ワープが本当に厄介なんですけど、 Continue to ワープも attack the ちゃん back と to 覚え take ちゃえば out 割と楽なんで。 the elder brother
ワープ固定なんですか、場所が。固定ではないんですけど、基本的にロックオンしてれば、どこに行ったか大体分かって、もしロックが外れたら、ちょっとめんどくさい、カメラでぐるっと見回して、どこにいるかを確認すれば、全然どこにいるか分かって間に合うんで、それで倒していきます。今みたいに背中に乗っている弟の方を先にというか、あいつを倒すことで、こいつは倒せます。全然立ち回りとか解説できてないんですけど。すみません。Alright, so the item that he picked up earlier on the way to Champion Gunner is the Path of the Dragon. He will now be using that here. ジェスチャーを取ったんですけど、それを使って、このゲームのおまけ的なところに先に行きます。This is another part would probably be a good time to read donations. Alrighty, we've got $5 on Grim 174 that says, "How much do I have to donate to sit on the couch?" ここの扉は本当は行く必要ないんですけど、ここにある位牌っていうアイテムで、黄金松ヤニが無限に買えるようになるんで、買ってますね。Shout out to Speed Souls, man. $5 from You the Man that says, "I love the Souls games. My friend Chris introduced me to them and made me get DS3, and now I've beaten all of them at least once. このジェスチャーを使って待ってると、ムービーに入るんですけど、これスピードランのテクニックなんですけど、ここってロード画面あるんですけど、基本的にこのゲーム IGT で計測するんですけど、ロード画面とかって基本タイマーって止まるんですけど、ここだけ、ここともう一つ、タイマーが止まらないところがあって、そういうのがあるんで、このゲームは SSD 必須です。まあ、それなりのスペックがないと結構厳しいゲーム。ロード画面だけで、ロード時間だけで差がついてしまうと。そうですね。もうそんなこと言って、もうプレステ4とかもお話にならんレベルで差がついちゃうんで、さすがにこのゲームをやるなら、PC 版必須ですね。When you run in, you start hitting. Well, it's the Ancient Wyvern. I'll let him introduce himself. But we've got to open the gate. Also, what the heck are these enemies? とは言ってもなんか FPS みたいに何百 FPS とか出さないとできないバグとかはないんで、そんなにとんでもないスペックはいらないんで、まあ気になった人はぜひやってみてください。で、ここ本当はここら辺のマップをぐるっと回って、こいつの頭の上に行かないといけないんですけど、火を吐いたタイミングで階段を登って、ジャンプ R1 で無理やり頭によじ登ります。で、倒せます。本当はここめちゃくちゃめんどくさいんですけど、これがあるおかげですごい楽になってます。今みたいなことをするだけで50秒短縮になります。Place where you can do the quick kill is it gives you enough time to jump down and grab the ring of protection, which we saw Colt pick up. That it just makes you a little tankier, raises your physical resistance. 未プレイの人はさっぱりわからないと思うんで、ぜひ買ってみて。面白いんで、ぜひ買ってやってみてください。Regarded to as probably the hardest boss. Not yet, though. Oh, that's right. We'll come to him later. I'm going to a bonfire that's close to the boss, though, and then I'm gonna grab one of the last key items for the run, which is I think is it Champion's Ashes? Something Ashes. Dragon Chaser's Ashes? Dragon Chaser. Yeah, that's it. できればね、走者増えてほしいんで、このゲーム本当にバグありはまあまあいるんですけど、バグなしは日本人結構いるんですけど、バグありで走ってる日本人って多分今、そんな数人しかいないんで、ぜひ買って走ってほしいなというのがあります。ある程度だったら僕も教えられるんで、多分ニコニコで
いろいろやってる人の配信で適当にコメントすれば教えてくれるんで。Grabbing these ashes up here are actually very, very difficult. There's going to be a lot of enemies chasing Colt here, so he already has a homeware bone equipped because as soon as he grabs these, 本当は今のところにボスいるんですけど、多分まだ倒さない。killed or knocked off the edge here from these enemies. ここにあるこのアイテム、この位牌を、竜追人の位牌っていうアイテムを取るためだけにここに来ました。基本的に。ここのボス結構強いんで、後から行った方が安定するんで。今はまだ倒さない。この位牌には、くさび石の塊ってアイテムを無限に販売してくれるようになるんで、そうすることで武器を一気に最大強化までできるんですね。地味なところなんですけど、この玉座に捧げるときに、ちょうど段差から落ちることで、本来長いモーションがあるんですけど、それをキャンセルしてます。細かいところも結構大事なんで、みんな狙ってます。いろいろ買って、これで一気に最大火力まで持っていけます。Monstrous damage. Yeah, oh, we're getting maximum damage here now. We better test these out. Oh, Colt! Whoops. Sir! Sorry. 今ね、ひどいことをしてたんですけど、I would never do that, but it is required for the speed run. ちゃんと理由があって、今のをしないと、あそこの鏡に触れたとき、ラスボスの方まで行っちゃうんですよ。ラスボスのいるマップまで。でそうするとロスになる、帰っては来れるんですけど、ロスになるんで、必ず殺します。しないと、まあめんどくさいんで、ロスになっちゃうんで、最近までは、ルートが違ったんで、これしてないです。で、ここから DLC です。地獄の始まりです。And is also where we're going to see the most difficult skip in the game, Wilhelm skip. This Wilhelm skip is done in the same way that Farron skip is, but the difficulty is kind of switched around. 個人的にはもう初見普通プレイですらもうやりたくないレベルで難しいんですよ。さらにね、グリッチもとんでもないんで。And the running section in Farron skip was really easy when you're looking overhead. Wilhelm skip is completely different. 皆さんも本当に初見苦労するとは思うんですけど、きっと彼らなら簡単にやってくれるとは思います。Yeah, the dogs like to chase you through here, or the wolves. I'm going to be lighting this bonfire for a safety precaution. I could be back here in a minute. Hopefully not. Do you know if these wolves do the teleporting thing the dogs do? No, they don't. They're just really fast, though. Yeah, I'm just going to... 3 of them. Wow. Well, it's a good thing I just lit the bonfire right now. Yep. まあ、ちょっとそこのかがり火にさっき点火してるんで、多分そこから復帰できると思うんで、まあ大したロストはない。So a little unfortunate event, but he lit the bonfire, so he's right back here. So really no harm caused there. So I'm going to knock this bridge down. It actually makes a 今この橋を落とすんですけど、後々登るんで覚えておいてください。あの橋を変な方法で登るんで、多分登ると。ここの間に挟まって、カメラをだいたいこの位置、体力バーを木の位置に合わせて、で2回ローリングして、今みたいに、落下制御かけた状態で、落下死する瞬間にプロファイルロードすることで、無理やり本来行けない場所に無理やり落ちることができる。で、ここ本当行けないんですけど、今みたいにその落下制御っていうか隠密とあれを組み合わせることでできます。で、落下攻撃、今みたいにして、
落ちる寸前でローリングすることで、このデスカム状態に無理やりします。またこれラジコン状態ですか？そうですね。で、こっからが本当にやばくて、ここ普通に、ここ、多分通常プレイしたことある人ならわかると思うんですけど、とんでもなく、普通に登るだけでもむずいんですけど、この、すごい見づらい状態で、なおかつラジコン操作で、この木の幹っていうか、根っこみたいなところを無理やり登っていきますね。You can go up them with your camera inverted with tank controls while people are shooting at you. It's a really difficult skill. これ本当にやりたくない。I don't know how long and how much, but not enough. Yeah, 上手い人たちが数日練習しないとまともにできないレベルだったので、with the inverted camera, especially when the camera inverts again. トップクラスに難しい技だと And now 思い you ま have す。to have the placement of the こ vines れ落ちたら本当 memorized に終わりなんで、 completely. プロロもできないんで、このデスカムが解除されちゃうん shooting で。 at you, they can knock you down quite easily. So he's doing a really good job here. And that 通常プレイしたことある人ならわかるとは思うんですけど、 first try, man. さすがっすね。これ一発は本当にすごいです。で、今、止まってるように見えるんですけど、さっき落とした橋を登ってます。I'm speechless right now. This is great. Dude, great job. しばらくは画面が止まってます。 We're not shimmying in place. We're actually going up the ladder right now. ちなみに落下ダメージをそのローリングで回避するっていうのは、見つけたのは一応僕ですね。剣者俺ってやつですね。正確には全然違うんですけど、一応それっぽいことをしたっていう、自慢をしておきます。Get those donations in, man. 本当はこれ無印でその見つかった技で、無印でできたんでダークソウル3でもできるかなってとある方が探してたら今みたいなことができたっていう。Sam249, $1,000. Wow. Awesome. で、ここまっすぐ今建物の中に入りました。で今壁抜けをして。So, I just entered Ariandel Chapel. I opened another door in there as a safety precaution, and then I quit out in a very specific spot. Normally in here, there is a statue blocking the way to the boss room, and you have to go 今、ボス戦の部屋に無理やり入りました。今ので60秒から90秒の短縮になります。So that skip saves at least 2 minutes. Now this next boss we're gonna see, this is Sister Freed. She is a 3-part boss. Personally, my favorite in the entire Dark Souls series. Good soundtrack too. こいつも本当に強いですね。 Freed has a lot of really interesting mechanics to her. Usually the way 記録狙いだと is baiting out こ one れ一 attack 発勝負に while なる she's ん winding で、 up the second one. もうミスったらまたさっきみたいに木の上を登り直さないといけないんで、ほぼミスったらリセットです。 She stays invisible for a little bit, and then she charges up a one-shot attack. I throw a throwing knife at the beginning of phase 2. That's why she jumped like straight over me. 今さっき多分安定のために扉開けてたっぽいんで、多分今回は死んでも多分大丈夫だと思います。 Yeah, in phase 2, this guy stuck in a chair for whatever reason, and he just wants to slide across the floor. They share health bars, so he takes more damage, as Colt said, and if you separate them, you can pretty much just tank his health bar down. There we go, and now we're 何 in が the 嫌いっ final て phase 長いん of ですよね、これ。とにかく Just gonna 硬い。 top off. By the way, I'm making sure to stay at full health for most of these boss fights because of Lloyd's sword ring. It gives me bonus damage. It boosts attack while HP is full. So I'm getting 10% extra damage per hit with this thing. 第3形態まであるんで、長期戦になっちゃって、And there's a あん specific まり movement that 集 I'm 中力 doing がない自分にはちょっと厳しい while ボ she スで does した。 that opener. It's a pretty wild opener. You can get one hit and then a backstab. This is a combo we do. It's a charged R2 こいつの and then 立ち回りが 2 more よくわかんないです。 L1s. Freed has a good amount of health too. あんま Like り just off that もう opener, 見 she's, たくもないぐら she's い sitting at 苦手な 55% ボスなん health. で、 Yeah. 全然 I think 調 I'm べ just てな gonna い。 wait on this. I have a backstab opportunity right here, and we can finish her off.
And that should do it for Sister Frida. Yep, that's it. さすがですね。素晴らしいです。一発突破、本当に何回も練習した人しかできないぐらい強いんで、さすがです。This one has a couple more bosses in it. It's got Demon Princes, Medir, everyone's favorite Half-Light. で、ここから DLC2 弾なんですけど、ここからもまた難しいのが連続で続きます。Really kicked it up a notch for the second DLC in terms of difficulty. It's some of my favorite bosses in the series, for sure. It's such a well-designed area too. It's so beautiful. Also, they introduced kind of a newer thing in DLC 2. You notice how I'm dropping without taking any damage. Well, it turns out you may want to go try this. You may not, but if you jump from, I guess it doesn't matter how high, and land on like 2 inches of ash, you're gonna be okay. Not in real life, we just want to click. Oh yeah. In game of course. しばらくは本当にまっすぐ進むだけだと思うんで大丈夫なんですけど、もう少ししたらちょっと難しいグリッチが一つあります。一つじゃない、二つあります。Over on the left, there is an enemy called an angel shooting basically just laser beams at you. Lasers. They're painful lasers. They hit real hard, and what you're going to be seeing Colt do is attempt to skip one of those angels completely and skip a good amount of the area, good amount of this area while he's doing it. Yeah, this is 3 precise ここからで jumps す and it ね。saves about 40 seconds. エンジェルスキップっていうグリッチなんですけど、このカゴの上に乗ってジャンプして無理やり今壁を乗り越えました。本当はここめちゃくちゃ長い道を走って一周ぐるっと回ってこないといけないんですけど、壁を乗り越えることで一気にショートカットできます。あれ、サーブから結構難しい。いや、多分本当に難しいですね。あそこからまたジャンプしないと滑り落ちたりするんで、連続で素早くやらないとなんで難しいです。やっぱ割と記録狙いでもここで死んだりするのはよくあることなんで、上手い人がやってミスるんなら、当然難しいんだろうなっていう感じです。なるほど。コメントにもあるんですけど、PS4 版とPC 版っていうのは挙動が結構違うんで、多分これプレステ4版だとできないです。Depending on which one you kill first, the second phase of the boss fight changes a good amount. このボス戦なんですけど、どっちを先に倒すかで、第2形態の行動というかパターンが変わるんですね。どっちが早いかはよくわかんないです。で、倒すと第2形態になるんですけど、第2形態はこの演出中にもダメージというか出血の蓄積があるんで、カーサスのエンチャントで殴ります。What we're seeing here, though, is a small little AI loop that you can put the Demon Prince in. If you stay by his, 今から48は多分いけると思いますね。そんなに大きなミスはないんで。さっきDLC の1弾の方でグリッチをミスってないんで、多分あれだけで多分かなり巻いてるとは思います。コメントに速さ的には鱗底っていう方を先に倒す方が速いありますね。正直もうこいつもどっちがどっちだか全然覚えてないんですけど、まあ個人的にはやっぱ2体同時ってなると両方をカメラに入れてないといけなかったりしてかなり難しいんですけど、やっぱさすがです。個人的にもうほんと DLC は全部ボス苦手なんで安定してる人はすごいですね。で、和の国っていうマップに来ました。で、ここからまた一つ難しいグリッチがあるんで、見どころですね、これ。うまくいくか。
And then, oh man, what is happening? Archers. These archers will kill you in literally 2 seconds. 本当はここ記録狙いだと、プロロを使ってまっすぐ突き抜ける方が早いんですけど、今回はリアルタイムなんで、今みたいにこうやって回ってはしごを登った方が早いです。This is a really cool skip to watch. It's very technical. We're going to be taking an enemy in the game and using that enemy's special grab attack to put us out of bounds. 弓矢を撃ってきているやつがいるんですけど、そいつを召喚しているのが、今さっき目の前にいたでかいやつなんで、こいつを倒します。これセーブロードするのはセーブロードすると、その復帰した瞬間、こいつが存在に気づいてない状態にしばらくなるんで、それで隙ができるんで、そのまま倒しきれるんですね。プローロしないと、プローロしないと弓矢を召喚されちゃって、蜂の巣になるんで、それを回避するためにプローロしてます。で、今のこいついい人なんですけど、ちょっとバグ技に利用するために喧嘩を打ってますね。で、こうやってパリーすることで、こいつを誘導できるんで、パリーで誘導してます。本当にこれ難しいんで、できるかどうか。怪しげな彼らの立ち位置。セットアップ通りでやればいけるか。あ、いけましたね。今のがパーテイクスキップっていうブリッジで、つかみ攻撃があったんですけど、つかみ攻撃の置く位置っていうのは固定で、座標が固定されるんで、それで段差の上であの攻撃を受けると、無理やりその段差の下側に押し込まれるというか、そこに無理やりめり込んで侵入できるんで、それを利用して抜けました。本当これ、本当にその DLC2 弾が出てすぐに見つかってはいたんですけど、まあその見つけた人たちがパターン化するのは本当に時間かけてましたね。今のが、これで結構抜けたってことですか？床を抜ける。床を一気に、このワノ国ってマップのほとんどを終わらせて、もうあとボス戦直前みたいなところまで来てます。一瞬でしたよ。本当はめちゃくちゃ長いんですよ、これ。今逆走してます。本来のルートの。で、もう当たり前のように、なんだ、隠密とプロロを組み合わせて、ダメージを回避してます。ちなみに、このゲーム、世界記録狙えばまだまだいけると思いますよ。世界記録の人、まだまだ全然詰めてないんで、やろうと思えば結構いけると思うんです。ちょっと難しすぎて、本人もやる気出てない。ぜひ興味のある人は頑張ってみてください。さっき壁抜けしたのとまた同じ原理で、ここの段差も抜けます。ちなみにこいつはいい人じゃないです。普通に敵です。いい人じゃない。あいつだけ別に普通にいい人なんです。And I don't know if you guys noticed, every time he did a partake, he had such a low amount of health, so he has to level his vigor to start his spot, or ここから落ちることで、you will die. ボス戦ですね。ミディール戦。本当はミディールはなんかちょっとイベントがあってやっとボス戦いけるんですけど、こうやって不法侵入することでいろいろ無視してできます。
ちなみに、こいつは頭が弱点で、頭攻撃しないとほとんどダメージが入らないんで、頭を狙います。こいつ本当に硬くて、めちゃくちゃ強いんですけど、まあ、上手い人はちゃんとパターン覚えてるんで、こいつ多分、初見、6、7時間普通にかかってましたね。ずっとやってました、こいつだけで。とにかく硬いんで、簡単に事故ったら終わるんですよね。おまけなんですけど、こいつ倒すんですけど、倒してから、また、さっき落ちたところ行くと、またミディルもう一匹いるんですよ。やったことある人はわかると思うんですけど、こいつ一回倒して、またここでボス戦として倒すっていう、2回倒すんですけど、こいつ殺してから、また上行くと、ミディルもう一匹いるんですよ。ぜひ、ちょっと、やってみればわかるんですけど。ちなみにここ、今みたいに壁抜けしたんですけど、もう一つ壁抜け方法があって、そっちを使うとさらに40秒早くなるんですけど、ちょっと安定しないんで、誰も使ってないです。本当にボス戦はかなり安定してますね。I don't know, it was like 2 or 3 months ago, Distortion discovered a combo that allows us to 今ちょっと名前が出てたんですけど、ディストーションって人が、とある、こっからボスなんですけど、その、コンボのパターンを組んで、かなり、本当はここ、昔は、本当にとんでもなくクソボスって言われてて、動き回る人型のボスなんで、タイムがめちゃくちゃブレるんですよ。昔はそうだったんですけど、今はとある今からやるコンボが見つかったおかげで、かなり安定しました。で、さっき倒したやつを一回倒します、こいつを。本当は倒さなくてもいいんですけど、倒すと、セリフをカットできるんで、ちょっと早くなります。boss who you can't skip his dialogue. I don't know why they think he's special, but it really peeves me that I can't skip his dialogue. Oh yeah, this is the Painted Guardian. It's just a helper for the boss. To carry her. Those guys can do a lot of damage too, basically as much as the boss himself. L1、L2、R1 の繰り返しで、ある程度相手の行動を制限しながらはめれます。Yeah, the Painted Guardian just healed half-light, and I'm waiting for, here's my opportunity. このコンボがなかったら本当に、こいつらめちゃくちゃするんで、本当に。個人的にはこいつは本当に RTA 殺しのボスだと思います。さすがですね。The best thing that can really happen there is if Half-Light pulls out his bow and then goes against a wall. The fight can go from the lengths you saw there to about 12 seconds. 攻めると今みたいな攻撃法はしないんですけど、今回は安定を取ってやり方ですね。で、ここから来る、DLC2 のボス、最後のボスですね。ちょっと、拳でどうこうっていうのが気になるんですけど。we're $701 short. コメントでもあるんですけど、出血はもう弱体化してるんで、ほぼほぼ使えないもんだと思って、あんまり使わないです。弱いです。I'm saying, hey, you all chat. If everyone gave $5, then everyone would give $5. So let's get it done. Do you guys want to see a fist-only Gale fight? 足りなかったんですか。There we go. ですか。
This is another fight with 3 phases. We're gonna see Colt do some pretty neat stuff with staggers here. Every single time you hit Gale, it builds up towards the stagger amount, and every 5th hit will 初 stagger 見で him. クリア Right で there き you るなら saw もう大体 knew パ he ターン didn't 覚え have れるよう to な iframe that attack そん with ぐら the い bull. He could just なんか keep いいボス attacking. なんで、こいつは多分2回目以降は本当に苦戦しないボスだとは思う。Phase 1, Gale is pretty sporadic here. He has some really weird movements as you can see. He's kind of just like あと700ドルから500ドルぐらいで。ああ、割と足りないです。残念、ちょっと気になったんで、残念です。That was scary. でも、公式ツイッターで今呼びかけているので、まだ受け付けてません。何かまだある。ですから、わざわざロードしたりして、別にセグレーターを用意してくださいません。ああ、なるほど。そこまでですね。So yeah, there are a lot of strafing opportunities in the fight. Every time you don't have to roll, you get more stamina. When he pulls out his crossbow, you can just run straight towards him. The arrows don't actually hit you. とにかく硬いん And で then す he'll よね、こい stagger つ。 if he hits 全 you 然 with 減っ his ていかないっていう。 crossbow out. A lot of people run away when he's doing that. I just kind of come in こいつ本当 BGM とかもかっこ with よ the くて、 lightning. こいつは結構好きなボスではある。That's terrifying. That lightning does a lot of damage too. こいつ確かに一番好きかもしれないですね。かっこいいですね。本当に動きとかがかっこよくて、結構いいボスで。The phase 3 portion of this fight basically goes the same way that phase 2 goes. ストーリー的にもこいつは DLC1 に出てきて、最初に DLC1 に入るときにいたあのおじさんが最後の最後でボスになるっていう。So this is actually a skip that I'm doing right here. As soon as I back in Firelink, when I touch the shrine, it will teleport me to the first flame. And as soon as the screen goes black, I use a homeward bone and warp to bonfire last rested at. そうですね、マリアの方がいいですね。てか、ブラボの方がボスは好きです。By using a homeward bone during that screen. This is technically the 今からラスボスです。ラスボスなんですけど、ラストには倒さないんで、まだ他にボスはいるんですけど、先にラスボスを倒していきます。Or at a different spot rather than saving him for the end. So it's pretty interesting how the route has evolved. This is a pretty cool boss too. こいつはいろいろパターンが形態変化し常にしていろんな攻撃で戦ってくるんですけど、火力が高いんで形態変化する前に多分倒しきれると思います。あ、当たりですね。魔法はすごいいいパターンですね。で、HP を1回削り切ると第2形態になって、まあ初代のラスボスみたいな攻撃方法で戦ってくるんですね。設定上は、ダークソウ1の主人公とかそういうのが合わさった存在みたいな感じだったはずです。で、一回エンディングを見て、エンディングを見るんですけど、2周目には入らないで、一回戻ってきます。Get your gloves ready, because Boxing Gale has been there. さっきDLC1 にまだ残ってるボスが1体いたんで、そっちを先に倒しに行きます。So now we're back to the DLC 1, where we fought Sister Frida. Because we did the skip, we did leave a boss behind, which is a character, so he's another boss. Another 700ドル以上増えてますね。14ドル。石油王が誰か一気にやってくれたんですかね。Definitely the harder part of this fight is killing the Grave Tender himself and not his massive intimidating wolf. ここの犬を倒すと、先に倒して、このおじさんと1対1にします。
こいつは本当に適当に殴る Also, だけ every で多分い third いと思い hit, ます。if I land 2 hits, I'm trying to wait to start the input for the third hit to potentially roll catch. That's one of the PvP strats a lot of people use in the game. HP を半分削ると、でかい犬が出てくるんで、そいつらがこっちに来る前に、And so it was a good thing that Colt defeated him before the wolf gets there. The wolf usually comes when Grave Tender gets about to 50% health, and if you don't kill him fast enough, you have to fight both at the same time. So it's really a lot better to take out Grave Tender if you can as fast as possible. It gets very difficult. Grave Tender goes from being a melee boss until he starts casting ranged sorceries at you as well. さすがにもう火力がすごいんで、あんまり苦戦はしてないですね。さて、次が無名の王かな。無名の王は普通に難しいと思うんで、見どころだと思います。本編で一番強いボスだとは思うんで、かなり難しいんじゃないかな。比較的難しいとは思います。ラストではないです。もう一人います。There is a power in trading blows with the Nameless King though in his phase 2. He does a lot of attacks where like he'll do one attack, you do one attack, back and forth. 無名の王ってあれなんですか、グウィンの息子みたいな設定なんですか。いまいちよく分かってない。Stage 1 though, you just gotta kill his chicken. Yeah, it's a chicken, right? Yeah. いまいちその3のストーリーが詳しくは分かんないんですよ。There are two openers he can give you. で、最初の第一形態は、頭をとにかく殴って、指名で終わりですね。で、こっからが本番です。This is a really cool boss aesthetic looking wise. I mean, you're on clouds. This dude's waving a giant electrical, whatever that thing is around, and it's epic hair. So it's a really cool fight. Here we go, phase 2 transition. さすがですね。Nice. And that is it. So I have to make sure to wait until a ボス戦はサリバン以外かなりうまかったですね。安定した動きで。残りボスはあと1体かな。1体ですね。残り1体倒した瞬間にタイムアップですか？倒してゲームを終了した瞬間だと思います。なるほど。He's a spicy one. He is. 基本 IGT その普通だと IGT っていうかゲーム内時間なんでゲームを終了すれば自動でタイマー止まるんですけど今回リアルタイムなんでよくわかんないです。まあ最後なんでねきっととても強いボスだと思うんですけどどうですか？こいつボスじゃないんですよ。あ、これボスじゃない。こいつなんかその前の取り巻きみたいな、雑魚敵みたいな、雑魚敵だと思ってる。いや、あんなに強そうなのに。ボスではない。そうですね。見た目は強そうなんですけど。絶対倒されることはないです。さて、きっとね、とても強いラスボスなんで、ラストになるようなボスなんで。正真正銘ラストのボスですか、これが。そうですね。きっととても強いと思うんですけど。強そうですね。ディアブロ2の牛レベルですね、多分。かっこいいボスであるんですけど。One more. There we go. That's it. これで終わりですね。これから第2形態が。I'm gonna call the time and 3, 2, 1, time. これで終わりですね。相手が一回も攻撃することなく終わりました。もう本当にかなり安定してて素晴らしい走りでした。
GG ですね。My in-game timer says 28 128.42. かなりいいですね。I can't. That should be everyone. Yeah, I can't. Okay, well that's the fastest I've ever done that. So Let's go. I'm just yeah. All right, sweet. やっぱり。あ、これ Okay, も what I'm コン gonna ティ do ニューでき now, ます I'm ね。 gonna load up a file and we're gonna fist fight Slave Knight Gale. なんだコンティニューでできるっていうのは何？パーソナルベストで言ってますね。Can we take bets on this fight? Is that a 多 thing? 分ですけど。What do you start it at? あ、あれですね、 Wait, what are we ゲームデータ betting on? を、 Whether I kill him or not? こういうツールがあるんですけど、好きなゲームデータをいつでも呼び起こせる。じゃあ、 How many あ times? ロードできるっていうツールがあって、多分それで、ちゃんとデータを用意してくれてると。そうですねために。All right. So there's not many strats to this fight, just dodge and punch, pretty much. There are a few speedrun strats I'm going to be using. So I had a save file specifically for this. I wanted to allocate my stats a little differently to further optimize how I'm fighting him. So I've got my strength at 40 and my dexterity up to 40. Your fists actually have a D-ranked scaling マジで with those two 拳 stats. でやるの And か。 then it turns out you can use the tumble buff. So 本当大枠って感じですけど。 I'm going to put this rotten pine に resin よくわかんない。 on my fist here. あ、あ、 It's now poisonous. 今、拳に Poison fist. エンチャントしましたね。 Hands. Probably from scratching the butt too much. 本来素手には絶対エンチャントなんてできないんですけど、 We're doing 今無理やりしました。 what 84 damage per hit. Slightly Yo, less Wakanda. than the Sellsword Twin Blades, but we're doing good. We're doing ダメ good. てますよ。 Now, since he did infuse the poison on his fist, he will be inflicting poison on Gale. As you can see now, his health is slowly ticking away. So, Is it taken now? yep. All right. エンチャントの分があるんで、まあ、それなりに火力は出てるんですけど。 I'm gonna do something else. Uh-oh. I'm just gonna おー、 take 痛いですね。 damage so I can get おー lightning on my fist. 今、最初に相手が毒状態になるっていうエンチャントをし So て the、poison's still 毒状 ticking. 態になったのが確認できたん And now you で、 can hear that I'm doing the 雷 lightning 松屋 damage に when I 変え hit. ました。 So a bit more damage per hit. That was a very well timed stagger, too. Yeah, right. 本当は、 That's a pretty devastating 拳 attack で that 殴 you って just こ saw の Gale pull off, where he does 雷が出 scream る as a エフェクトは 5-hit 絶対 combo 出な that いん jumps ですけ into ど、 the air. But as long as you can 素 run 手 under の it, 属性に、 everything should go 人 fine. 間じゃないので。そうっすね。こんな緑の肌した人いないんで、多分。いや、でも本当 Now, にう rumor まいで has すね、 it これ。 Gale is actually Lord Farquaad under that hood. さすがです。本当 Just him in his elderly days. The poison actually just sent him into phase 2. We're gonna watch これ the で cutscene やっと here. 第一形態終わりですね。 So he has what was it? He consumed the blood of the dark soul, right? Final boss of the series. I don't know if you guys even noticed because このちゃんとムービーも見せてくれるっていう。 but this guy is 殴られ actually て got him これが to 地下 DLC っていうの 1 かっこいいです on ね。 his knees, and いい he's っ pretty すね、 skinny これ。 looking, but when you fight him in DLC かっ 2, こいい he んです kind よ of ね、こ gets れ。かっこいいですね。yeah. これ一回はちょっと協力しようと思えば協力できるキャラクターで DLC2 になると Yeah, you guys get to ラ see ス more of ボ Gale's スになるっ attacks ていう now because そういう he's 演出が using 本当 fists. にかっこいい Gale なって has い a う。 lot of attack in phase 2 and 3 where actually his cape can even do damage to you if you're not careful, but そうですね、あのツール、セーブデータ何でも再現できるんで、普通にスピードソウルズっていうサイトに、英語サイトなんですけど、そこにフリーでダウンロードできるんで、もし興味ある So we're 人 gonna は reuse our やってみてください。 resin here. それで状況とかを再現したようなセーブデータを作って区間練習できるっていう。そうですね、練習とかもそれで全然できるんで、かなりサクサクと練習できます。 Get that poison going again. で、このゲームマジで Notice 練 Cole 習しや has すいゲ budding ームな green んで、 blossoms
練習しやすいから本当に簡単に上手くなれるんですよね。RTA2 にぴったりって感じですね。そうですね。それに IGT なんで、スペックによる差って結構少ない方なんですね。一部なんかちょっと SSD 必須なあれがあったりするんですけど、やりやすい方ではあります。で、まあぜひやってみてください。本当に気になった人は。別に1でも2でも3でもデモンズでもブラボでもいいんで、まあ気になった人話してる間に大体避けてますね。こうなんかもう本当に死ぬ様子が見えないんで安心して見れますね。かすりダメージは結構いいですね。本当にこのダークソウル3敵が賢いんで、すごい難しいんですよね。変なディレイ攻撃とか普通にしてくる。あ、ディスコードに貼ればいいですか。One of the best runner of this game. I think he has all of the records at the moment across the board. It's insane. Check him out. He's currently running Bloodborne right now. He's moved on to other territory. But yeah, definitely wanted to shout him out. So now we've entered phase 3 of the fight. Looks like the poison's worn off too. Phase 3 is pretty similar to phase 2, but now Gale gets a few more attacks, and now he gets also the. とりあえず貼りました。セーブデータのバックアップ用のソフトのサイトのダウンロードにサイトに URL 貼ったんでありますね。ここからダウンロードしてもらえば誰でも使えるんで、まあ、もし始めたい人がいたらぜひやってみてください。いきなり全ボスとかやるとちょっと結構心折れるんで、最初は 2% とかである程度練習してから、まあ、こういうのやってみるといいと思います。そう、さっきコメントでもあったんですけど、絶対にオンラインでこれを使わないようにっていうことだけはお願いします。なんかそうこう言ってるうちにもう終わりそうですけど、さすがですね。さらに携帯変化とかないんですか？基本的にこれ多分最後ですね。第3形態まであって、もうこれ第3形態ね。そうですね。だいたい3分の1減らすとムービーが入って、さらにもう3分の1減らすとなんか変なモーションが入って第3形態になる。BGM の音量を上げましたね。I was like, why is it so quiet? Something's missing. Now it's epic. Now we can finish him off. Epic for the last. かっこいい BGM をね。Oh, we'll get there. さすがですね、本当に。Hang on, I gotta do a few other things here. なんか遊んでますね。ちょっとわざと攻撃してるより音楽を聴きません。なんかpoison. 竜頭石っていうアイテムあるんですけど、なんかそれを使おうとしてます。GG, man. Great fight. Thanks. あ、それでラスト倒す。Thanks for having me, everybody. あ、カッコつけでしたね。Yeah, shout outs again to my guys on the couch, Jesse, best friend, K Witty. This guy has beat Dark Souls with pretty much every weapon in the game. Are you max level yet? Yeah. Yeah, he's max level. Who does that? K Witty does that. And then Joe DD,
Bloodborne and Dark Souls 3 challenge runner getting into Dark Souls 3 speedrunning right now. ほとんどなく Check them out, guys. Thanks 走り again 抜け for てて having us. We appreciate it. やっぱ上手い人はすごいなって Thanks for having us here, man. 感じでしたね。ということで、ダークソウル3のオールボスでした。はい、終わりですね。解説に TSL さんに入っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。何かコメントなどあれば？特にはないですけど、まあ、気になった人は走ってくださいと。あと、まあ、まだ遊んだことない人は、まあ、買ってやってみてくださいっていう、それだけですかね。ということでした。はい、じゃあ、これで切っちゃって、はい、はい、大丈夫です。それでは、失礼します。はい、お疲れ様でした。ということで、ダークソウル3終わって、次は、ディアブロ2、その後、バイオハザード2と続いていきます。このスイッチコンで行われているゲームスワンクイックエクスプレスは、明日の朝の、まあ、8時から9時くらいまではやっていますので、ノンストップで、もしよければこのまま引き続きお楽しみください。進行担当、ここは DX チキンがお送りしてきましたが、私もここで、進行担当切り替わりになります。はい、ありがとうございました。We had a Dr. Don Von Doom with $25 says, "You're playing Dark Souls wrong. You're supposed to die." Xavier with $25 says, "Playing video games for charity is a win for all. Great games, great times, and resources to those who need it." Thank you for that, Xavier. Yeah, Tapeti with $10 says, "Let's see some Punch-Out Dark Souls Edition." You sure got it. $5 anonymously donated says, "Great run, Coltrane. 45. Here's my 5." We got Ryan with $10 says, "Howdy, name's Ryan. Never been able to catch a GDQ live before, so this is a first for me. Thought I'd donate to celebrate the occasion. Oh, by the way, save the animals. After all, who doesn't want a fluffy animal to cuddle with on a cold winter night?" All right, you all. So coming up next, we have an interview going on right now. So enjoy this, shall we? Thank you so much for that, Big John. Guys, welcome back to Games Done Quick Express. My name is Sent, and apparently the Ghost of Rom Scout is next to me. Hello, Ghost of Rom Scout. All right, he's not feeling very talkative today. That's fine. We can go ahead and ignore him. Guys, out there in the audience, can we get one more round of applause for Coltrane and that amazing Diablo 3 run? That was Diablo 3. We're changing genres right there. Dark Souls 3 run. That was insane. You know, I'd heard they were going in a different direction for Shrek 5, but I really didn't expect that. Little bit unexpected. Anyway, guys, I wanted to give you guys a quick rundown on a bunch of awesome prizes that are just about to end. If you guys are interested in these next couple of prizes, you're going to need to get your donations in before the start of Diablo 2. And then I wanted to talk about some prizes that'll be open as soon as that Diablo 2 run starts. So, I mean, hey, it's a great time to get your donations in. So from our friends over at AMD Gaming, we have an AMD Ryzen 7 2700, super awesome CPU, great thing. You can check out the specs of it over on the tracker if you're curious about more of the technical side. Frankly, I don't understand computers, I just play with them. That's what I do. From our friends over at Fangamer and Bandai Namco, we have this beautiful Dark Souls 3 Onion Knight shirt that I managed to hold up right side up for once. So, I mean, hey, 1 out of 3 times is not bad. Super great shirt, super comfortable. Always love the shirts Fangamer produces, and it's available in your choice of size. $10 minimum donation. Again, you need to get that donation in before the start of Diablo 2 if you want it to be counted. From our good friend Kari Fry, we have the beautiful Banquet of the Wild book. Huge fan of this. It contains all of her awesome artwork and writing about all of the food and characters in Legend of Zelda Breath of the Wild, which is just such a fun and expansive game, and full of so many things, and people are discovering new glitches in it every day. I'm still shocked. A couple of days ago, they figured out how to like hyper accelerate by shield bouncing off the heads of enemies. It's a crazy game. I love it so much. The book is great. $10 minimum donation. Make sure to get in on that.
From our friends over at 1UP Yourself, we have a great Mario Kart poster. It's $5 minimum donation. Super cool mashup poster. You can see a picture of it on the tracker. Unfortunately, don't have anyone here with me to help unroll it, and it didn't go so well the last time I tried to do it by myself, so we're just going to skip over that for the moment. From our friends over at Bandai Namco and Fangamer, we have a beautiful little Dark Souls bonfire pin, perfect to put on your lapel as you're taking a rest after, maybe, I don't know, fist fighting a god demon knight monster. Personally, not something I plan on doing, but hey, if you're interested in that, $5 donation, I'm sure it'll help you. From our good friend Joseph, we have a Super Nintendo Classic. This is not a Super Nintendo Classic. This is a very Japanese Super Nintendo Classic, and we'll get to in a minute. This is a Super Nintendo Classic. Absolutely great console. As you can see, it's upside down. That is a feature. You can put the box upside down. Very handy. Personally, I like this configuration of it, as it is taller, and that means it is more important, as denoted by the Dark Souls series. Seriously, think about it. All the tall Dark Souls bosses, the most important Dark Souls bosses. I'm just saying. $15 minimum donation, and again, you got to get that donation in now before the start of Diablo 2. From our good friend 6955, we have this beautiful Super Time Force Ultra vinyl. Guys, vinyl is back, like it or not. It's a super cool medium. This game has a great soundtrack, and it is all here on this wonderful vinyl disc. $10 minimum donation, and again, something you're going to need to get your donations in for immediately if you are interested in possibly winning it. From our friends over at Something Artistic, we have these beautiful portal decals. You got an entrance and an exit, and at some point, the guy seems to have flipped upside down. That's just the power of portals, man. You never know what's going to happen. All kinds of different orientations that can happen. I don't know, something like this, whatever. Don't put them inside each other, though. That causes crazy stuff, I hear. Also from our friends over at Something Artistic, we have these beautiful Zelda decals. Like I mentioned before, we have all of the important Zelda logos throughout the series. We have the Hylian crest. Very important, very central to every Zelda game. We have the King of Red Lions, the most important boat in the Legend of Zelda series. Not a lot of competition there, but I mean, still, he's got to have some kind of title. Let him have it. We have Fierce Deity Link, the tallest Link, and therefore the most important Link. We've been over this. It's true in Dark Souls. It's true in the Legend of Zelda. Do they exist in the same universe? I don't know. You tell me. And of course, last but not least, we have the King of Red Lions, because, I mean, frankly, we needed an HD remix of this game. It was the only way we were ever going to appreciate it. Both of those sets of decals are a $10 minimum donation, and again, you're going to need to get those donations in ASAP if you are interested in winning any of them. Now, moving on real quick to some prizes that'll be available as soon as we start that Diablo 2 run, and it'll be running until a little bit later this morning when we do a Super Metroid Link to the Past combo randomizer, which I'm super excited for. That's going to be a great run. We have the Earthbound Handbook from our friends over at Fangamer. It's got all the details you need about Earthbound, the locations, and all the characters within it. Super cool, super informative. It is a $15 minimum donation, so make sure to get those donations in. And also from our friends over at Fangamer and the Legends of Localization team, we have Legends of Localization Volume 2 Earthbound, along with the little Volume 2 Passport, which contains a little bit of a guide to Japanese and some cultural stuff that'll help you understand the contents of this book. This is a super cool book written by Clyde Mandolin, and it's all about like the localization of Earthbound 2 and all the trouble it went through, everything they had to change, some of the stuff they kind of forgot and then changed in later versions and went back. It's a super interesting read. I actually had the opportunity to read it on the plane ride to SGDQ this year, and it's just, there's so much information in here to go over. Super cool book. Again, $15 donation between now and the end of the Super Metroid Link to the Past combo randomizer. So hey, get those donations in. Let's see, what else do we have here? Oh, of course, we have this beautiful Super Famicom here. Super Famicom Classic, guys. It's kind of like the Super Nintendo Classic, but it's a little more Japanese, and you know what? That's okay. It comes with Super Famicom-styled controllers and a whole host of 21 different games, though it still does contain the only official release of Star Fox 2. Comes to us by way of Zeppelin 02 and Wellosaur. Huge shout-outs to them for finding one. I actually didn't even know there was a Super Famicom Classic. I'd only ever heard of the SNES Classic until they brought it up. It's got a couple of different games here. I know it has Goemon's Great Adventure,
which I don't believe the original one had, as well as Street Fighter 2, the new Challengers, which I think also the original Super Famicom is missing. So super cool little thing. It again is a $15 minimum donation from now until the end of the Super Metroid A Link to the Past combo randomizer. We got a bunch of really awesome perlers here from our friend Lee C. We have this beautiful Ampharos perler. I mean, just look at it. This is one of my favorite Gen 2 Pokemon. Mareep is, there's so many puns in that Pokemon line. I love it. Too many to go over at the moment, but super cool perler, super cool Pokemon. We also have this beautiful Skarmory perler, which I'm trying to be very careful with here. Skarmory, honestly, not a Pokemon I like, but this perler, definitely a perler I like. Really well made. Huge shout-outs to Lee. Again, we talked about this a little early in the marathon, but there are two kind of styles to perler making. Lee goes for more of a transparent perler, and if you get the light to shine on this thing just right, you'll see that it's basically see-through, almost kind of like a mesh material, even though it's melded beads together. And that is not easy. That takes a lot of finesse to actually achieve. And we also have, from Lisi again, this beautiful Zapdos perler. I love this perler, love Zapdos. Probably my favorite of the legendary birds. Super cool Pokemon. So the Zapdos and the Ampharos are going to be $10 minimum donations, and the Skarmory over here is going to be a $15. Make sure to get those donations in. Again, that's from now until the end of the Super Metroid combo randomizer. Last but not least, guys, let's talk about this cute little Rowlet here that I'm holding upside down, as is tradition. Let's flip it around real quick. This is just a beautiful little crocheted amigurumi Rowlet. He's got a little flower crown, as you do. It's a shiny variation of the Rowlet, as you can tell by the teal coloring. And it's super cool. It's a little hard to see at this distance, but this entire thing is actually crocheted together. This isn't like built around something. This is just a ball of crocheted yarn. And it is super soft. It is super wonderful. I am so glad we have it. And it is a $20 minimum donation, I believe, from now until the end of the Super Metroid Link to the Past combo randomizer. So real quick, guys, before we go, I just want to give you all a quick reminder that your donations, you know, they're going to all the awesome incentives we have. They're getting you entered in all the awesome prizes we have, like our grand prize, which is a super amazing gaming PC worth about $1,300, the specs of which you can check out over on the tracker. But while you head over to GamesDoneQuick.com to check out the tracker, you should also go ahead and check out the TwitchCon Charity Plaza, because all of your donations at this event are going to the TwitchCon Charity Plaza, which is full of 10 different charities, all with amazing causes. We have links to each of their pages, as well as short little blurbs about each of them to get you involved with them. Super happy to be able to work with them this year, and yeah, they're all great causes, and I'm super excited for it. So, real quick, I think that's going to be it for the end of me. I hope it's not the end of me. That's a little ominous. But I think we're going to throw it right back up to the front. Remember to head over to GamesDoneQuick.com, check out the tracker. It's got all the information you need about upcoming runs, bid wars, prizes, incentives, and of course the charities that this event is proud to support. Big John, if you want to take it back, all you, man. Here are two cons, sir. はい、というわけで、モデレーターの方が、変わりまして、テリヤキチキンさんから、私、マウスの方に切り替わりましたので、よろしくお願いいたします。で、プライズマンの、グッズの説明でしたね。日本からちょっと寄付できないんですが、寄付をしたら、抽選で、こういうのが当たりますよ、みたいなグッズの紹介などでした。はい、で、結構人がまた増えてきているようで、ちょっと、緊張しております。はい、いつも緊張しますが。一応、人が増えてきたということなので、簡単に説明させていただきます。ジャパニーズリストリームというチャンネルの方なんですが、海外の RTA のイベントを日本語で再配信するための、専用チャンネルとなっております。で、今回はですね、スイッチコンのイベントの中で、GDQ がやっておりまして、GDQ エクスプレス、GDQx と訳されてますが、GDQ エクスプレスという、チャリティーイベントとなっております。簡単な説明ですと以上になりますので、はい、心の中で寄付して、ありがとうございます。はい。グッズなどを買うと、イエティの方からですね、グッズとか買うと、一部が寄付されたりもするんですが、今回ちょっと、寄付先が、はっきりとしてないので、あれですね。いや、もう国境なき医師団ですからね。今回は噛みませんし、そういうセリフを言うことはないと思うので、